in hand, building a car filled with dreams. Gioro's camper van, the day of completion has come. When the engine starts, freedom spreads. Let's drive on roads not on the map. キャンピングカーに乗り続けること30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい。そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。これで外して加工場に持っていきましょう。よいしょ。Hammering sounds fill the air. Today's the day for DIY flair. Turning dreams into reality. Creating my own sanctuary. そしたらね、これ加工していきたいと思います。とりあえずね、長さ、この窓枠の上に足す材木ね、厚さが 20mm、幅 30mm というのをちょっと作っていきたいと思います。前回実際に取り付けるブラインドが届いたので、それを合わせてみたところ、枠の厚みをもう 20mm 高くした方がいいなということになったんですね。どないや、ぴったりか。いい感じやね。よいしょ。それから例えばあっちに測りに行ってもしょうがない。660のはずやけど 662mm や。これ足りる？ 660 1324足りるわ。ギリギリ660ちょっと長いね。よし、OK。はい、そしたら、今度これをね、20mm の厚みにしていかんとダメなんですよね。はい、そしたらテーブル層でさっき切った材木を 20mm の厚さにスライスしていきます。もうね、テーブル層便利ですよね。テーブル層がないときはね、こうやって材木を縦にスライスするとかね、苦労してたんですよね。ところが、これを買ってからもうめちゃめちゃ便利になりました。さっきこれね、スライスして 20mm にした木ね。これをここに貼り付けていきます。木工用ボンドで貼り付けます。なんかな。クランプで押さえときましょうか。やっぱり木にね、反りとか歪みとかがあるんでね、ぴったり合わせて、もうクランプでね、押さえつけちゃいます。
これだけクランプつけたら大丈夫でしょう。よし。そしたら、これで、しばらく置きましょうかね。そしたらね、これ表面ね、やっぱり綺麗に塗ろうと思ったらね、サンディングシーラー塗って、磨かないとやっぱ綺麗にならないんでね。あれ、これ赤へん。ちょっと日向に移動しましょうか。はい、そしたら、塗っていきましょう。はい。そしたらね、ちょっとこれで乾かしていきたいと思います。サンディングシーラーが乾いたので、削っていきたいと思います。はい。そしたら電気の力を借りて電動サンダーで磨いていきます。ペーパーは400番ですね。あ、コースが外れと知らん間に。もう夢中になってやってたら、全然見てなかった。はい。これでツルツルになったから、これでニス塗っても大丈夫ですね。空気が入るまで、しばらくお待ち。若干残ってるところがあるな。コンプレッサーにエアーが溜まるのを待つ間にね、磨いときましょまあ、こっち面は裏やからね。よし。これで角も綺麗になった。よっしゃ。う。コンプレッサーエアー溜まったんでね、エアーで粉飛ばしときます。さて、そしたら、ニスを塗っていきましょうか。何回塗ったらいいんやろね。さて、そしたら、塗っていきます。周りはね、塗る必要がないかなと思うんですけどね。ここはね、隠れちゃうとこなんでね。一応、とりあえず、塗っときますか。で、この大事なのは内側。内側は見える面なんでね。はい、そしたら、ちょっと一旦乾かしましょう。はい、そしたら2回目。結局ニスはね、5回ぐらい重ね塗りしました。はい、そしてね、前回から悩んでた、木枠と、ここの窓に取り付けたその縁ね、縁の隙間をどう埋めていくかっていうのですけど、発泡ウレタンで、なんとかやってみようと思ってます。そして、まずね、その発泡ウレタンを抜くために養生をしてます。ここがね、角度がね、ここの角度と、こっちの下の角度が違うからね、なかなか材木ではぴったり合わせられないんですよね。
そうしたら、この辺ちょっと、もうちょっと養生せなあかんかな。窓の縁をね、養生しました。これがね、離型剤。ちょっとね、ここの型取りをするのに、発泡ウレタンを使って、ここの縁ね、型取りしていこうと思うんですけど、一応テープ貼りました。んで、離型剤をかけて、剥がれるようにしといて、型を取っていこうと思います。そしたらちょっと離型剤拭いていきます。周りにね、ついたら、それにようなるから、周りにも、たっぷり、離型剤をかけときます。そして、さっき色塗った枠。はい、枠をはめました。そしたら発泡ウレタン。Chalky for sale sign looks so sad and gray, like it had given up on seeing another day. But in our eyes, a different picture formed, a map to a future. これで、うまいこと型取りできるかな？とりあえず発泡ウレタン拭いてみました。こんなところについと、もう手についちゃって。はい、今日はちょっと気温が低いのでドライヤーで温めときますね。表面だけでもね、乾いてもらわないとドアの開け閉めもできないんでね。はい、離型剤塗ったとこはね、ちゃんと取れますね。こんな感じでね、くっつかないで、いい感じです。発泡ウレタンね、拭いて、1日が経ちました。もう、がっつりくっつきましたね。よいしょ。よいしょ。なんとか開きました。これ取れるかな？My camper van well fed, our very first journey, a mix of hope and slight unease. How is this part? How's that one? Testing with such glee. How's the showers flow? How's the bed's sweet sleep? Is the shelf standing strong? はい、外れました。うまいこといきましたね。ちゃんと型取りできてますね。そしたらこれを後ででいきましょう。今日はね、雨が降るので、この養生が挟まったままだと雨漏りする可能性があるんでね、外しときましょう。で、養生には離型剤っていうのを塗ってるんでね、ちょっとベタベタしますね。離型剤をここで拭いたらね、
結構床とかがね、床とかにも回ってるんでしょうね、飛んでね。ツルツル滑りそう。ちょっとところどころついちゃってるとこがありますね。今から入ってね。はい、これで綺麗に取れました。ちょっとこの辺残ってんな。これはちょっとアセトン持ってきて拭きましょうか。はい、アセトン染ませてきました。どこについとった？ここ。あとは大丈夫かな？あと大丈夫そうですね。服についてるとこはなさそうです。はい。ちゃんとね、ゴムはめてきました。で、経済がね、だいぶね、飛んでたんで、床がツルツルするので拭きました。これ、戻しときましょうね、とりあえずね。これでだいぶツルツルが収まりました。はい、枠作りですね。枠これ作りかけてからもうだいぶなるんですけど、なかなかね、時間が取れなくてですね、だいぶね、膨らんで盛り上がっちゃったので、余分なところカットしていきたいと思います。この発泡スチロールカッター、そんなに強くないんですよね。もうちょっとパワー欲しい感じがしますよね。あ、雨や。もう雨雲レーダー、嘘つきやな。はい、ここ、サンドペーパーで磨いてね、表面を整えていきます。ペーパーはこれは80番。とりあえず邪魔なとこは全部削りました。ニスが上げたとこが何箇所かあるんで、ニス塗らないといけないですね。表側はなんとかなったので、裏側のね、こう穴開いてるとことか足りひんとこ何で埋めようかな。もう発泡ウレタンないんですよね。もう一回買ってきて裏から埋めた方がええんかな。この辺、こことかね、ちょっと切れてるとこあるんですよね。ここもね。どうするかな。はい。そしたら、マスキングテープ剥がしていきましょうか。綺麗に剥がれる？残るのか、ちょっと。折り返してはないんでね。端っこで切れてるはずなんですけど、難しいね。さて、これで一遍はめてみましょうか。
すまん。これをはめたままやった。どう？あとはここに何かをある。ちょっとこっちが浮いとう分をなんとかしようか。周りもう一回ちょっときれいに削り直してきました。もうちょっと削らなあかんのか。こっちが当たっとんのよな。はい、ちょっと削ってきました。またね。この辺だいぶ、ここはちょっとついた。ここやな。印をつけようか。マジック、マーカーがあるかな。この辺まで。ちょっとこの辺。から、こっち側は、ここ。ここ。お、いい感じじゃないですか。はい、もう間もなくね、11月も終わりで、もう12月ですよ。早いですね。年末がね、近づいてくると仕事の方忙しくてね、なかなか作業の方を進めることができませんでした。今回もね、ここまでしかできなかったんですね。完成させようと思ってたんですけどね。またね、次の動画にご期待ください。今回の動画はね、この辺にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。車中泊、キャンプ、旅、登山などのアウトドアの動画はサブチャンネルにアップしています。こちらのチャンネルもぜひ見てくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。